はいどうも、市川の便利屋です。本日は植木鉢の植え替えのお仕事をいただきまして、江東区の東洋町までやってきました。こちらの植木鉢がどうやら暑さで割れてしまったようですね。ひび割れしてた植木鉢をこれから変えていくということですね。はい、割れた植木鉢があっという間に分解されました。14号の植木鉢ですかね。直径40センチぐらいですけども。はい、こんな感じで出してみたらですね、根っこだらけになってるんですね。植木鉢、鉢植えの植物ってだいたい2、3年でもうこのようにパンパンになりますので、根詰まり、息ができなくなる状態になってしまっていますので、ちょうど変える時期ではあったんじゃないかなと思います。あと、栄養もなくなってきているので、土もちょっと変えてですね、栄養を吸わしてもっと元気よく成長させてあげればなと思います。はい、ですので、古い土をね、ちょっとこうやってほぐして取っていくんですね。あと根っこも必要じゃない根っこを取っていくということで、今、釜を使ってちょっとほぐしました。そして新しく買ったこのプラスチック製の14号の鉢に植えていくということですね。ちなみに今植えているのはドラセナという観葉植物ですね。家の中で育てておられる方が多いかと思いますけども、ネットで調べてみたところ1鉢1万5千円ぐらいする高級な植物ですね。お値段からしてもやっぱり大事に育てたいなっていうのが分かりますね。はい、土をパンパンに入れたら、あとは観葉植物用の水はけのいい土を入れて、今仕上げに水を入れております。水がね、もう滴るぐらい、下からバーッと出ていくぐらい水をあげると。で、新しい土っていうのは間がスカスカですので、水をあげて間を詰めていってあげるね。土を締めるっていうんですかね。で、水を与えた後にちょっと土の高さが低くなりますので、必要に応じてまた土を追加で入れてあげるといいでしょうね。植え替えをした後っていうのは根が弱っていますので、1週間ぐらいは直射日光が当たらないところで養生させてあげるといいと思います。続きまして2鉢目はブーゲンビリアですね。はい、まずこちら茂っていたので剪定から入っておりますけども、はい、このブーゲンビリアっていうのは宮崎空港の周りに生えている植物でして、宮崎空港っていうのはブーゲンビリア空港っていう名前がついているぐらい周りにブーゲンビリアだらけなんですね。遠くで見てるとね、すごく綺麗なんですけども、実際近くで見てみるとトゲだらけなんですね。ですのでこの剪定作業の間に僕何度か刺さりました。若い枝だと割とトゲはねマイルドなんですけども、 2,3 年経った古い枝だと結構しっかりしたトゲができていまして、思いっきり刺さりましたね。はい、そして僕はへこみました。こちらも割と高級な植物でして、ネットで鉢を買うと1万5千円ぐらいはやっぱりするんですね。で、今回鉢が割れてしまったので、どうにか救出してあげたいということでご連絡いただきました。この株でおそらくね10年ぐらいも育ててるらしいので、やっぱり愛着あるんですね。はい、だからみすみす無限にね死なせるわけにはいかないので、鉢植え替えをお願いしますということでした。しかも、ご高齢の、ね、方だったので、植え替えのこの重さがね結構辛かったようですので、今ヘルパーさんがこの割れた植木鉢を紐で結ん応急処置をしてた、そんな状態を引き継いだっていうことですね。これ傾いているように見えるんですけども、実は植木鉢の下から根っこが生えて道路に刺さってるんですね。はい、植木鉢を持ち上げるぐらい根っこが伸びて盛り上がってるっていうね、すごい生命力の塊ですよね。植え替えするにしてもなかなか運べなかったんですけど、やっと切れましたね。はい、そして今横たわってましたけども、根っこのね切れた部分分かりますよね。で、石を持ってきて植木鉢を今割ってますね。普通植え替えた植木鉢っていうのはまたどっかで再利用しますけども、今回はもうすでに割れてたので、もう割っちゃって、ね、中の根っこの塊をね取り出すということでやっております。ある種こっちの方がやりやすかったですね。結構こうパンパンに生えた木をですね植木鉢から取り出すっていうのはねなかなか抜けないんですね。プリンのようにこうスポッと抜けるくらいだとねいいんですけど、パンパンに張りすぎるとなかなか取れないんですよね。上の木を持ち上げたらそのまま植木鉢ごと上がっちゃうということは普通にありますからね。そしてまた今回も根がいっぱい詰まっておりましたので、釜でほぐしていくっていうね、はい、土も取って栄養がある土と入れ替えていくということですね。はい、根っこもねもうパンパンだからもう息ができなくなってますから、散髪みたいな感覚でねすっきりさせてあげるとブーゲンビリアも喜ぶかなと思いますね。はい、今植木鉢の底に軽石入れてますね。そこに砂利を敷くことによって水はけが良くなりますね。そこに水が溜まることがないので根っこが腐っていくこともないんですね。ずっと水が溜まってしまうと根っこが腐っていくんですね。で、木が弱っていくっていうことになりますから、長くやっぱこれからもね生きていってもらいたいので、綺麗な軽石入れて水はけを良くして環境を整えております。
植木鉢から下に飛び出してた根っこの部分がつっかえてしまってて、なかなか全部入らなかったので、残念ながらそこの根っこを今切ってしまいましたね。そうするとスポッと綺麗に収まりましたね。はい、結構メインの根っこ切ったのでちょっとびっくりして弱るかもしれないので、十分に今水をあげてですね、他の根っこからも水が吸えるようにしております。ちなみに新しい土っていうのはちょっと油があったりして水弾くのでね、本当はじょうろであげれたらいいんですけども、それがなかったので、こういったペットボトルに入れてまんべんなく水が行き届くようにきめ細やかに水をあげてる最中ですね。さっきはバケツのままねバシャーっと流してましたけども、今回はちょっと水弾く系だったのでこのように入れさせていただいておりました。はい、ということで作業終了です。それではビフォーアフターの写真を比べていきましょう。まずはドラセナの方ですね。はい、下の方に生えてるのがドラセナで、奥の細長い木がどこからか飛んできた種から育ったさくらんぼの木ですね。はい、依頼主さんもこれ植えた覚えないって言ってたんで、おそらくどこからか飛んできたさくらんぼですね。はい、この鉢がどうなったかというとこうなりました。あまり違いが分からないですよね。同じ鉢の大きさですし、内容物も変わってない。特に草がたくさん生えたわけでもないので。でもまあ、痛々しい包帯ぐるぐるがなくなりましたよね。で、今回焼き物じゃないので割れる心配がまあないんじゃないかなと思います。まあ理想を言いますと、陶器の方が小さい穴が開いているので通気性はいいんですけども、こういった今年のようなね猛暑だと割れてしまったりするみたいですから、まあプラスチックの方が長持ちするという意味ではいいのかなと思いましたね。はい、続きましてブーゲンビリアですね。その割れた鉢自体がもう見えないぐらい茂っておりますね。あちこちに枝が伸びて花も咲いて、もう健康そのものの感じだったんですけども、こちらが作業後どうなったかと言いますとこうなりました。さっぱりしましたね。隣の鉢にも枝がかかっているぐらい伸びていましたから、枝も剪定してよかったんじゃないかなと思います。あまり密集してるとですね虫が湧いたりもしますから、この方が良かったんじゃないかなと思いますね。ちなみに道路側から見た感じがこうですね。もうガードレールの外にはみ出てまして、ちょっと通行の邪魔にもなってましたから、剪定するタイミングとしても今回良かったんじゃないかなと思いますね。はい、それがどうなったかというとこうなりました。はい、すっきりしましたね。はい、そしてこの2つの鉢並べてみたところこんな感じですね。なんか若返った感じがしますね。見てて気持ちいいです。はい、今回この鉢2つの植え替え、そして剪定作業、根っこを切る作業をさせていただきまして、いただいたのが15,400円でした。しかし今回作業後ご依頼主さんからいろいろ剪定とか根っこを整えたりとかやっていただいたので、これで美味しいものでも食べてと言ってくださり2万円をいただきました。ありがとうございます。新札2枚もともと用意してくださっていたことから、もう最初からこちらを渡してくださる予定だったんじゃないでしょうかね。本当にお気遣いありがとうございました。そして毎回この動画を見てくださる方々本当にありがとうございます。先日600人を超えましたと言ってね、登録者600人超えのお礼のライブ配信させてもらったんですけども、すでにその2日後に700人を超えることができました。ありがとうございます。もうこの調子でいくともう1000人も来週中今月中には行くんじゃないかなっていう勢いがありますけども、またそのね1000人超えたタイミングでライブ配信をさせていただいて、皆さんにお礼をまたお伝えさせていただければなと思っておりますので、今回の動画良かったなと思われましたらいいねボタンを押したりコメントで応援していただけると非常に励みになりますので、そういった形で応援いただけるととても嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。おかげさまで登録者500名を超えましたので、メンバーシップ登録の募集をすることができるようになりました。いろんな特典をご用意しておりますので、ご興味ある方はこの動画のタイトル付近にあるメンバーになるボタンからこの説明のページに飛んでいただければと思います。ボタンを押しただけでいきなりメンバーになってしまうことはありませんので、ご安心いただければと思います。またお仕事のお問い合わせにつきましては E メールか LINE でご連絡いただければと思います。 LINE の方が早く返事ができるかと思いますので、よろしければ QR コードから KM73 という LINE アカウントに直接メッセージをいただければと思います。